はい、こんにちは。今日はね、戦闘用スクーターやっていきたいと思います。前回、ヘリでロボットがいる場所まで発見することができたんだけど、ロボットどもと戦うための乗り物が欲しいということで行ってみます。もうなんなんはい、まあとにかくね、いろいろと準備すべきものはあるんだけど、まず最初にロボットがどんだけ厄介か試しに戦ってみましょう。まあこの辺りがどんな感じなのかっていう偵察も兼ねてるんだけど、風車が結構あるのでまあまあ戦いにくい感じかな。とにかくロボットが出現しましたね。ロボット製造装置からポンポン湧き出してくる感じなんだけど、ロボットだけでもかなり手強いので、先にビーム砲だけでも破壊しとくか。いや、ちょっとまずいね。まあうまいこと1匹釣れたので、これはこれでいいとして、こいつね、かなり硬くって、このまあまあ大きい鉄のブレードでもダメージ1桁くらいしか入らないし、何回叩いてもなかなか壊れないんだよね。っていうのもね、こいつ体の部品ごとに耐久力があって、体が400で頭が200、腕とか足とかも部品ごとに耐久度があります。どこか一箇所でも破壊できれば全体が壊れるんだけど、唯一弱い頭を集中攻撃できれば比較的簡単に倒せるって言ってもね、頭は部品が小さいし結構動きが速いので、私くらいのつゆつゆプレイヤーでもなかなか当たらない。このつなぎ目の部分は不思議パワーでつながってるみたいで、ここに当たり判定がないのも厄介かな。まあ押し倒してからぶん殴るのがかなり有効な戦い方なんだけど、起き上がるのも早い。そんな感じでまあまあ苦戦しながら戦ってるんだけど、とにかくやっと倒せました。で、倒すと連想系の部品をランダムでドロップするんだけど、ドロップするアイテムの説明は今回は置いといて、とりあえず一遍帰りましょうか。この工場壊しとこうかな。でもまたロボットが来たな。しょうがない。この一かけらだけでもかなり楽になるはずなので、これを持って帰ります。はい。で、ここからいろいろと準備を進めていくわけなんだけど、まず作業場所を確保するにあたって風車が邪魔だね。とはいえ片っ端から壊していくってのも性に合わないので、それで今何を作ってるのかというと、これね、ただ高い位置に草をくっつけただけの棒なんだけど、これでビーム砲を燃やせます。とはいえこれ燃え尽きるまで確か30分くらいかかるんだけど今回は他にもやることがいろいろあるので、その間に燃え尽きるでしょ。もの自体は草と木の棒で作ってて、それにビームが当たることで発火するっていう単純構成で、ちゃんと熱が届く距離に設置するってのがコツですね。で、次にタングステン。こい
鉄は形を加工するのが難しいので、タングステン鉱石のうちに砕いてから燃やします。これでタングステンの薄い刃物が出来上がるので、これをつなげるってな手法です。ちなみに何が難しいのかというと、変形させるには1200度以上の温度が必要で、多分今ある資材ではこれが無理なんだよね。とにかく次に必要なのはプラスチック。ついでにドローンスポナーを確保しとけば何かと使えるので、近くにあったドローン基地を制圧してるんだけど、これは最近やったし、特に苦労もしなかったのでカット。次に充電。ここまで飛んできて電池がほぼ空っぽなんだけど、いろいろある発電方法のうち今回はドローン発電を使います。スポナーさえ確保しとけば一番手軽なんでね。で、あとは合金が足りんか。しょうがないので風車を1本壊しに行こうかなって思ったところで、さっき火をつけたビーム砲が燃え尽きてますね。ちょうどいいので最初に火をつけた方を破壊しちゃいましょう。本当は最初この辺を作業場所にしようと思ってたんだけど、ドローン基地の近くの方が便利が良さそう。とにかくよし、これでスクーターを復元できました。今回はここからが本題なんだけど、これを戦闘用にカスタムしていきます。一口に戦闘用って言ってもどんなスタイルにしていくかってあたりから悩みどころなんだけど、今回はあの辺のビーム砲を防ぐシールドを備えつつ、ブレードで体当たりするようなスタイルで行ってみようかな。いわゆる軍用バイクで考えると重機を積むスタイルが先に思い浮かぶんだけど、さっき見た通りただでさえ素早いロボットに移動しながら狙いをつけるのはかなり無理ゲーっぽい。とにかくこんな感じでどうだ？フォルム自体は悪くはないとは思うんだけど、ロボットと戦えるかどうかが問題なので、試した方が早いか。いざ。ロボットはさっき試した通り特定の箇所を狙うのが難しいので、この超重量プラス移動のダメージがどこか一箇所に当たれば一発で破壊できるんじゃないか。あれ？おかしいな。思ったようなダメージが出てない。それよか、なんか車輪が壊れとる。特に踏むようなものも転がってないみたいなんだけど、もっぺん今度は周りの状況を見やすいようにカメラのアングルを変えてるんだけど、とにかくくらえ今のは浅かったようには見えたんだけど、にしてもなんかおかしいな。ちょっとね、これ通りすがりに柱を1本倒してるんだけど、この時合金の柱に7000ダメージ以上与えてるんだよね。これ前からなんとなく感じてたことではあったんだけど、ロボットへのダメージは通常の物理法則以外の要素があるってことかな。それはそれで置いといて、
やっぱし何も踏んでない時でも車輪が壊れることがあるっぽい。単純に衝突した時にベアリングがよじれた可能性もあるんだけど、ロボットに衝突した時に何かおかしくなる可能性がある？おっと。いや、これはそれを確認するためにわざとぶつかったわけだが、とにかく今普通にぶつかっただけだと壊れてないので、ロボット特有で何か挙動が変わるか、あるいは確率的なもんなのかなってなことを考えながら、またロボットにぶつかろうとしてたんだけど、うまく体当たりできずに基地まで戻ってきました。はい。で、破損した箇所の修理とか、壊れやすいと思われる箇所の補強とかをやってるんだけど、せっかくさっき準備したタングステンをくっつけるのを忘れてるねっていうか、さっき交渉を壊してる途中で逃げてきたので、それを回収しに行ってます。よし、ついでにこの辺も拾っといて。あ、気づかれたか。おりゃ。よしよし。ついでにセラミックスもゲットできたので、これも持って帰りましょう。ロボットは出現時に誘導ビームかセラミックスを持ってるんだけど、セラミックスは攻撃力が150あって、耐久力は低いんだけど、攻撃力だけならタングステンと同等。っていうか、お前もついてきてたんかい。まあ、セラミックスの攻撃力を見せるにはちょうどいいか。おりゃ。鉄だと1桁くらいだったのか、かなりなダメージを与えてますね。これにスクーターの総重量が加われば、かなり期待できるんじゃないか。さっき取ってきたタングステンと合わせて、いざ。やっぱし謎の破壊現象が起きるのと、ちょっとね、これ内側に配線してた合金が破損してるのがちょっと不思議ですね。前輪が壊れた時に変な当たり方をしたのかもしんない。この後は若干グダグダ戦いながらスクーターの復元を試みてたんだけど、なんとかこいつらを追い払ってノーマルのスクーターを復元して帰還することができました。拾いきれなかった荷物とかはその後で拾いに行ったりもしたんだけど、セラミックスをまあまあ手に入れたので、これでもうちょいパワーアップしましょうか。とはいえ謎の破壊現象が発生するのって果たして攻撃力を上げたところでどうなのかなとも思ってはいるんだけど、とにかくこれで行ってみましょう。いざ。見栄えは結構かっこいいんだよなで、うりゃ。やっぱいまいちか。まあこの後も若干戦ってたんだけど、目立った成果が出なかったので、この最後のテイクを見ながらその辺まとめていきましょうか。ということで戦闘用スクーターやってみたわけなんだけど、いかがだったでしょうか。ちょっとね、予想通りにいかなかったことがいろいろあったんだけど、まずはダメージが思ったほど通らない。
とはいえ、合金の柱に7000以上入ったのも確認できたので、ロボットに対するダメージに関してまだ研究不足な点がありそうですね。あと、乗り物が衝撃を受けた時の壊れ方。途中ロボットとぶつかった時が特に理不尽な壊れ方をしてた印象はあったんだけど、これまででも特に明確なダメージがない時でも変な壊れ方をすることはあったので、ある程度はこの世界の断りってことで諦めるしかないのかな。まあその辺の話を置いとけば、敵に囲まれてるような戦場をある程度の生存性を確保しつつ走り抜けることができるってな乗り物は作れたので、今回はこれでよしとしときますか。で、今回ある程度の伝送系の部品が集まったとはいえ、今後のことを考えるともうちょい欲しいんだよね。なので次は普通に白兵専用の武器を試してみようかな。ということで、次回は光爆式武装土雲やっていきたいと思います。はい、じゃあ今日はこの辺でバイバーイ。